こんにちは。ゼロから行政書士第22回です。前回は行政不服審査法の手続と採決を学びました。審査請求は行政の内部で救済を求める仕組みでしたね。今日からは裁判所に救済を求める行政事件訴訟に進みます。まずは訴訟の種類と処分制という考え方を学びます。行政法の中でも得点源になりやすい大切な分野です。まず今日学ぶ内容を整理します。一つ目は行政事件訴訟の4つの類型です。二つ目は広告訴訟に含まれる6つの訴えです。三つ目は処分制という訴訟の入り口の考え方です。この3つを押さえれば訴訟の全体像がつかめます。複雑に見えても全体像から捉えれば怖くありません。それでは早速始めていきましょう。はじめに訴訟の大きな分け方を見ておきましょう。行政事件訴訟は大きく2つの性格に分けられます。一つは自分の権利や利益を守るための訴訟です。これを主観訴訟と呼ぶことがあります。もう一つは公の利益を守るための訴訟です。これを客観訴訟と呼びます。客観訴訟は法律に定めがある場合にだけ起こせます。民衆訴訟や機関訴訟がこの客観訴訟にあたります。この区別を頭に入れて4つの類型を見ていきましょう。行政事件訴訟法は4つの類型を定めています。1つ目は広告訴訟です。行政の公権力の行使を直接争う訴訟です。2つ目は当事者訴訟です。対等な立場で権利や法律関係を争う訴訟です。3つ目は民衆訴訟です。選挙訴訟や住民訴訟が含まれます。4つ目は機関訴訟です。行政機関同士の権限争いです。前の2つが主観訴訟、後の2つが客観訴訟にあたります。試験で中心となるのは1つ目の広告訴訟です。ここからは中心となる広告訴訟を見ていきます。広告訴訟とは行政の公権力の行使に対する不服の訴訟です。処分とは行政が公権力を使って一方的に行う行為です。行政庁の処分や採決などを対象とします。法律は広告訴訟として6つの種類を定めています。この6つをまとめて法定広告訴訟と呼ぶことがあります。まずは6つの名前と役割を順番に確認していきましょう。広告訴訟の6つの訴えを一覧で見てみましょう。1つ目は処分の主張しの訴えです。2つ目は採決の主張しの訴えです。この2つを合わせて主張訴訟と呼びます。3つ目は無効等確認の訴えです。4つ目は不作為の違法確認の訴えです。5つ目は義務付けの訴えです。6つ目は定めの訴えです。まずは6つの名前をしっかり覚えておきましょう。6つの中で最も重要なのが主張訴訟です。訴訟には処分の主張しと採決の主張しがあります。処分の主張しの訴えは違法な処分の主張しを求めるものです。採決の主張しの訴えは違法な採決の主張しを求めるものです。処分の違法は原則として処分の主張しの訴えで主張します。この考え方を権処分主義と呼びます。主張訴訟の細かい要件は次回以降に学んでいきます。次に確認を求める2つの訴えを見ていきます。1つ目は無効等確認の訴えです。処分が無効であることなどの確認を求める訴えです。司法訴訟の期間を過ぎても争える点に特徴があります。重大かつ明白な瑕疵のある処分などが対象となります。2つ目は不作為の違法確認の訴えです。
申請に対して行政庁が応答しないことの違法を確認します。申請しても返事がないという場合の救済手段です。続いて、義務付けの訴えと定めの訴えです。義務付けの訴えは一定の処分をするよう求めるものです。例えば、許可を出してほしいと求める場合です。定めの訴えは処分をしないよう求めるものです。例えば、不利益な処分を事前に止めたい場合です。この2つは平成16年の法改正で整備されました。行政に積極的な行動や不作為を求める訴えです。広告訴訟の他に当事者訴訟もあります。当事者訴訟は対等な当事者として権利を争う訴訟です。大きく2つの種類に分けられます。一つは形式的当事者訴訟です。例えば、土地収用の損失補償の額を争う訴訟です。もう一つは実質的当事者訴訟です。例えば、公務員としての地位の確認などを求めるものです。当事者訴訟は広告訴訟ほど多くは出題されません。広告訴訟との違いを意識しておきましょう。ここからは処分制という考え方を学びます。主張訴訟を起こすには対象が処分である必要があります。この処分にあたる性質を処分制と呼びます。処分制がないと訴えは門前払いになってしまいます。つまり、処分制は訴訟の入り口となる大切な要件です。処分制は2つの要素から判断されます。一つは行政の公権力の行使であること、公権力制です。もう一つは国民の権利義務への直接的な効果です。処分制の判断基準をもう少し見ていきましょう。判例は国民の権利義務を直接具体的に変動させるかを見ます。特定の人に向けた具体的な行為であることが必要です。例えば、営業の許可や税金の過価などが典型例です。反対に、広く一般に向けたルール作りには原則としてありません。行政指導のような事実行為も原則は処分性がありません。ただし、判例には例外的に処分性を認めたものもあります。個別の判例はこれから少しずつ覚えていきましょう。ここで今日のクイズです。広告訴訟に含まれないものはどれでしょうか？ A は処分の主張しの訴えです。B は定めの訴えです。C は住民訴訟です。少し考えてみてください。正解は C の住民訴訟です。住民訴訟は広告訴訟ではなく民衆訴訟に含まれます。4つの類型と6つの訴えを整理しておきましょう。今日のまとめです。行政事件訴訟には4つの類型があります。広告当事者、民衆機関の4つと覚えておきましょう。広告訴訟には首相訴訟など6つの訴えがあります。中心となるのは処分の主張しの訴えです。処分制は首相訴訟の入り口となる大切な要件です。公権力制と直接的な法的効果が判断のポイントになります。細かい判例や条文はテキストで最終確認しておきましょう。ここまで訴訟の類型と処分制を学びました。次回も行政事件訴訟法を続けていきます。テーマは原告的確と訴えの利益、そして述訴期間です。誰が訴えを起こせるのかという問題を学んでいきます。処分制と合わせて訴訟の入り口を固めていきましょう。訴訟の全体像が見えると行政法がぐっと楽になります。高評価とチャンネル登録でこれからも一緒に頑張りましょう。